おお入ってましたね。動きました動きました。遠めた遠めた遠めた。そう、この雰囲気でこの戦い、この感じがたまらんのですよ。おはようございます。 SBFJ 利根川です。4時56分、今日釣りをする場所に到着。場所は千葉県の印西市手賀川に来ております。珍しく朝から爆風ですが、アイダマンがこの場所で今年7カ所目の畑を見てテンション爆上がりなのを横目に朝ごはん、でっかいおにぎり2つと食べるラー油のサラダチキン。今日も京都で花粉が飛んでいるので花粉症の薬を飲んでおきます。斜面を降りるときは転ばないように気をつけます。じゃあよろしくお願いします。ちょっと変則的な置き方をしてますが、右足をズドーンって出して右足だけ水の中に入ってます。左足は入っていません。こんな感じでいきましょうか。ちょっと前傾姿勢だけど、まあいっか、これでいきましょう。まだ見えますか。釣り台が完成しました。10尺であそこを狙っていきましょう。残りの準備。5時36分、アイダマンスタート。あれ14でしたっけ。14。ちょっと大きいよ。4.5 センチのこのコロンとした浮きにしましょう。ハリスはよいしょ、関東スレの7号でいきましょうか。激浅なのでハリスは20センチ、上20センチの下28センチでいきます。8センチ段差。じゃあ手賀川の美味しい水を水汲みバケツで確保。手賀川の美味しい水、濁りが入ってますね。餌はシンベラ底、綿グル80の20でいきましょうか。ボッソボソ。結局芋綿シンベラ底にします。底75、綿25、芋グルパラパラ、おそらく 10cc 程度。それに水100です。コンパクトタオル給水。よし、ゴミは必ず持ち帰りましょう。水を100、ぐる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 てんぐるぐる。よし、給水。じゃあ一投目よろしくお願いします。投目よし。1投目を投げてからカメラのピントや最終的な調整をしています。なじみよし。切れちゃいました。相田さんは先に始めていて動き出しは早いとのことなので集中です。僕でしょ。動いてますね。動いてますね。もう上げちゃった。風ではここまで上がらないと思いますね。魚だと思いますね、これは。
右側の視界の外からでっかいあいつが接近してきました。うわあ、ドリフトしてきた。その距離来るんすね。相田さんとこの距離。しかもこいつ道糸またぐんすね。コブハクチョウ。本来日本には分布していない外来種とはいえ、そもそも渡り鳥なので何をもって外来種かというのもありますけどね。首立ててあれしてるけど、浮きまたいでるで。やっと白鳥さんが帰ってくれたので、落ち着いて釣りを再開してから、釣りをしてから落ち着いて、どっちだまあともかく約7分が経ちまして、魚が散っちゃったかな。でもこの時期ならもうすぐには戻ってくるんじゃないかな。どうだろうか。そんなことを考えていましたが、浮きが動きました。今デュムデュムってなんかほにょりました。まあもう怪しいのは取っていこうと思ってたんで。ちょっと最近怪しい動きはこれは違うだのなんだの言い訳を言って合わせなさすぎたので、今年の春はどんどん当たりを取っていこうと思います。ってことでこの1頭も合わせます。出た。針がすっぽ抜けて今重さかかったんですけどね。針が伸びたわけでもなく、かといってハリスを切られたわけでもありません。草に引っかかって外れてしまったのかも。そこから20分、この1頭で初ヒット。今日のタックルは竿が月光強しの10尺、長さ3メートル。浮きは足とか柳が生えているような浅場で使うコロンとした PC トップの浮き。釣り方は重りベタではなくバランスの底釣り。ハリスの太さが1号、巻いてある針は関東スレの7号。ハリスは上20の下28センチ、水深は60から70センチくらいでしょうか。今までやらずタイプの丸い形の針を使っていましたが、ちょっと関東スレ系に変えようかと思って現在試しています。おおおおジャンプマーブっすね。あれマーブか。あれおお、もしかして怪しい怪しい。ちょうどぴったり30センチ、ここの網の縁からここの網の縁なのでちょうど30センチある。あ、この網が30センチなのかどうかはわからない。ちょっと後で測ってみよう。ちょうど網の端から端です。上顎にがっちり食ってました。いや、そっくりさんす。ありがとう。とりあえず食わせられたので一安心。もう少し風が強いと釣りがしやすいんですけど、流れが出るほどではないので仕方ありません。何より後ろの土手から吹いているのでほとんど追い風です。持ち上げた。持ち上げた。いや、どうだ。お、ポイスか。背がかり。背です。でもこれ下張りだから食ってたのかな。止めたと思ったのに。このヘラウナさん背がかりでした。残念。ちっちゃいお友達じゃないやつが、相田さんも動いてます。そうですね、魚が回って、ごめんね、ごめんよ。
この一頭は浮きがずるっと入って食って持ってってたのかなと思ったら違いました。だからここにやっぱなんかあるんだ。でも生き物がついてたのは間違いないですね。これ切れるのかな。切れました。根がかりしてしまってから少しだけ当たりが遠のきました。というよりも風が強くなってしまってちょっと釣りをするのが辛い感じです。この一頭は左側の足にギリギリ寄せてみましたが、水中に見えない何かが残っていたのか引っかかる感じがありました。引いたら抜けた感じがするので1個だけほんと出てるのかもしれませんね。そして餌の投入から1分25秒後ヒットです。入ってましたね。半テンポ遅れましたね。半テンポ遅れてこれ食ってんのかな。食いしん坊万歳は顎にかかってます。食いしん坊万歳。ちょっとサイズアップしました。ちょっとはたいたのかな、これ赤いんではたいたのか。頭くっついて 32.5。 相田さんは33と予想しましたが 32.5 でした。相田さん予想つったって相田さん魚見てないですよね。よいしょ。めちゃくちゃ合わせ遅れても食っていてくれました。ありがとう。太陽が昇ってきて逆光になってしまう時間帯、カメラの場所を左側から右側に変えました。最近気づいたんですが、コーヒーを飲むと集中力が上がる気がします。昔はよく飲んでたんですが、ここ数年は全く飲んでいなくて、久しぶりに飲んだらいい感じです。入ったよな。ずずっと入ったんですけど、まあ魚がいるってことなんで、横にスライドしていたような感じなので糸ずれだったんですかね。コーヒーの話に戻りますが、ブラックコーヒーだと胃を痛めてしまうし、缶入りのコーヒーも体に合わないみたいで、どうも気持ち悪くなってしまいます。最近はプラスチックの容器に入ったなんでしょうね、上にビニールの剥がすカップ麺みたいな蓋っていうんですか、あれなんていう容器なんだろう。ちょっと調べてきます。はい、調べてまいりました。チルドカップコーヒーというらしいですね。前は甘いやつが好きでしたが、舌に甘いのがいつまでも残ってしまうのが嫌で、最近は砂糖が全く入っていない、ただミルクは入っている無糖の甘くないカフェオレ、カフェラテが好きです。その年齢層まで多分分かってるんで、食ってそうっすかね。食ってる。ちょっとサイズアップした気がする。気のせいかな。引退免れましたっけ。次の一投した気がする。いやでもこれちょっとサイズいいから引退撤回します。再デビューします。おお、くっついてなかった。36ですかね、こっちでサブロック。ちょっとサイズアップ、そうですね。36、やったー。36、綺麗。36、そうですね。ちょっと尻尾がでかい感じで、いいです。でも釣れるって楽しいです、春ならでは。ありがとう。上でか。ありがとうございました。
OK。 OK です。そうですね。相田さんの発見したつくしんぼ3個並び。あ、これ大犬のふぐりって、あ、これか。でしょ多分。うん。これ多分カラスのエンドウ？違うか。でもカラスのエンドウっぽいですよね。あれでしょ葉っぱでしょ。そう、このなんかこのつるみたいなのが出てるの。あと菜の花。菜の花ちょっとちょびすぎません？ちょびちょびしてる。菜の花。これ菜の花じゃねえのかな。なんか似てるのあんだよね。あ、そうなんですか。なんかあれやで似てるやつで。これ菜の花じゃないのかも。こんなのもう人の手で皆さんはこの菜の花に似た花のこの正体ご存知の方いらっしゃいましたら教えてください。コメント欄で教えてください。からし菜、でもからし菜ってあれですよね、菜の花系の。似てるよ。これが菜の花かな。でも菜の花ってこんなでも葉っぱじゃん。あ、これ違うよ。あれが菜の花だ。あっちの黄色いのが菜の花だ。土手の上にいたらアイダマンがヒット。ヘラブナ、マブナともに利根川の倍以上釣っていましたが、これは濃い。14尺の月光強しが曲がっておりました。竿を8尺にするので仕掛けをこれかな。違う、11だこれ。8尺の仕掛け。8尺も30分くらいやってみましたが、全く反応はなくやめました。すぐにもう一度使えるよう仕掛けをつけたまま左側に置いて10尺に戻したところです。ちょうど餌も作り直して、餌を四季50、芋50、水100にしました。出来上がるとかなりボソボソの硬い餌なので、一つかみ分もぎ取って水を上からかけて吸水させて使っています。餌の比重は最初作った餌とほとんど変わりません。動かないっす。本当になんでしょうね。動きました動きました。止めた。あれ背びれかな。またこれ回ってんのか。回ってんだな。あーっぱいし。痛い。8尺の仕掛けが自分を釣ってる。痛い。あ、取れた。いい取れやした。超頑張り屋でした。ずいぶん色は黒いんですが、唇を見る限りマブナではなさそう。でもな、鱗がちょっとまあいいや。でもお船さん食ってました。いや、どっちでもいいや。楽しいから。ありがとう。そう、この雰囲気でこう戦うこの感じがたまらんのですよ。背中からの風が左からの横風になってしまったので、ドボンにもしてみましたが撃沈。その後魚を追加することはなく、11時過ぎには後片付け。そのまま近くの亀成川に移動。荷物を担いで歩いていった場所で12時のチャイムが聞こえてくる中、釣り台を展開していきます。本日2度目なので早送り。よし、一通り完成。今日は横木を左からちょっとあそこを狙いたいのでちょっと角度をつけてこっち側につけました。竿は8尺のレンを使っていきます。強いです。釣り座に座っていたら右奥のゴミがあって餌を打てないあたりではたいてました。春ですね。仕掛けは道と3号。ハリスはとりあえず1号でいきますか。状況に応じて 1.5 号にします。左側から撮影した方が雰囲気がいいので、カメラを移動させてマルチポールでゴミよけを作ります。よし、じゃあ1投目よろしくお願いします。
水深は40から50センチ、激浅ですが、雰囲気はとても良く、ところどころはたきもあったのでワクワクが止まりません。そしてまさかの開始から15分くらいが経った頃、浮きが動きます。カメです。得意なやつです。緑亀のスレでございます。スレかな、スレですね。緑亀か。冬眠から目覚めましたね。利根川の左側、釣り座の左側にはいい感じで軽くゴミが溜まっております。あと8尺だと餌が落ちるポイントがかなり手前になっていたので、竿を少しだけ伸ばして10尺3メートルの竿にしてみました。亀が来て30分以上反応がありません。まあでもなんかのっこみらしい雰囲気で煽られた。風かな。風だったのか、浮きが煽られた。浮きがというよりは餌ですかね。餌が煽られたのか、どちらかは分かりませんが、釣れるかな。あ、口食ってる気がする。うわ、それなりにありますよ。よいしょ。すごい。影なんか逆の方がいい。あ、いや大丈夫。お、でもなんか375 375、あ、でもこう見るとあれですね。まぶさんですね、鱗が。口は伸びるか。でもなんかこの感じなんか伸びますけど、この感じなんかちょっとヘラっぽくもあるみたいな。まあいいや。釣れてくれた。まあちょっと怖いんでこんなもんで。お腹を持ってりしてる。胸を張ってヘラブナとは言えない感じですが、いいんですよ。釣れてくれて嬉しいじゃありませんか。ありがとう。疲れた。非常食のおせんべいを食べましょう。おせんべい割れてる。バン同士まだ痒くなってきたので、追加のベポタスチンをぶっ込みます。足の際では魚がやってます。追いかけ回しているのかはたいているのか分かりませんが、ともかく魚っ気しかありません。ですが釣れません。結局夕方ははたきも魚っ気もなくなってしまって、時々来いという感じだったので16時に終了しました。今日は漁協の方が回ってこなかったので、後片付けをしてから手賀沼フィッシングセンターへ向かい、遊漁券を購入して相田さんとコーラで乾杯。一日やって疲れましたが、めちゃくちゃ楽しかったです。相田さんもいい感じに釣ってました。最後は例の場所とか他にも何か所か偵察をしてからお家に帰りました。朝3時半の集合で帰宅は夜の8時ということで、一気に冷え込んで体調を崩しそうになりますが、用心していきましょう。それではまた次回の動画でお会いしましょう。次の動画が楽しみになってしまったそこのあなた、いや今この声を聞いているあなたに問いかけていますよ。評価ボタンを押してくれてありがとうございます。今日眠いから変だ。